わあ。皆さん、こんにちは。本日はワンパンのシリーズでカプレセパスタをご紹介しようと思います。カプレセパスタはイタリアの伝統的なレシピではないんです。マルちゃんの独創的なレシピです。だけど、日本人よくご存知だと思いますが、カプレセはイタリアの伝統的な前菜です。バシリコとポモドーロとモッツァレッラとちょっとオイルエクストラベルジネドリーバと塩で作った前菜なんですけど、カプレセパスタではモッツァレッラじゃなくてブッラータを使います。ブッラータとは周りにモッツァレッラの生地で要するにそのモッツァレッラの生地が袋になってて、中には細かくほぐしたモッツァレッラ生地と生クリームで合わせたもの、それは詰め物として使います。その詰め物の名前はストラッチャテッラと言います。だから他の生チーズよりクリーム状で風味が秀でている。すなわち天下一品と言っても間違いないです。ちなみにこれイタリア産のブッラータじゃなくて、日本のブッラータなんですけど、イタリアのブッラータと比べると振り二つと言っても間違いないです。じゃあ皆さんいつも通り愛を込めて料理を作っていきましょう。まずフライパンにオイルエクストラベルジネドリーバを入れます。オイルエクストラベルジネドリーバsempreいつもいやまだこのパスタ人気になれば後中に存じます。熱したらホルトマトを入れます。皆さんこれラトレンテというイタリア産のホルトマトなんですけど、安くて甘いで、もちろんほんの少しソルツ、軽く炒めたら水を入れます。水一気に入れて沸騰したらイタリア人の誇りいわゆるスパゲッティを入れます。その間に、ブッラータを開けましょう。まずはね、皆さん形がかわいいな。見てこれ、めっちゃかわいいんじゃない？うわーすげえ。見て皆さん、中はねこんな感じでね。うわーすげえな。これがストラッチャテッラ。この周りはモッツァレッラの生地と同じで。これは皆さん、これ美味しいな。ちょっと先に賞味いたします。マジで何これ、うまい、超うまい。皆さんこれ本当にこのままこのうまみを生かしたいので、ただ最後に上に乗せます。なんとなくほんの少しソルツでもう終わりです。本当によし、もう沸騰したのでパスタを入れます。パスタ入れた後愛情を注ぎます。直径が広いフライパン使ったら本当に20秒でパスタがしんなりになって均一に入れます。はい、こんな感じで軽く混ぜながら煮込みます。火加減はこんな感じです。一応中と強火の真ん中ぐらいかな。あとお水の量を測ってるのでぜひ、レシピに参考になってて作ってみてください。足す必要はないと思います。この同じパスタ使ったらね。あとパスタスパゲッティ違う太さ使っても大体この量でいいと思います。皆さんブッラータはイタリア人もちろん
火を入れず、火を落とさずに食べます。だからこのままパンに塗ってサラミと一緒に食べたり、パニニに挟んで、食べたり、もう本当に火入れたらもったいないなと思うので、このままで食べた方がベストです。もうちょいかな、10秒ぐらいかな。でこんな感じはね、皆さん火を消してちょっと温度を下げて、でバシリコ手でざっくりちぎりながら入れます。僕はバシリコ大好きなので、ちょっといつも多すぎて入れます。で、愛を込めてマンテカトゥラしましょう。マンテカトゥラ。丹念にマンテカトゥラしましょう。いつもね、いつもワンパンでも丹念にマンテカトゥラ必要となります。もうこのぐらいでうまそうなんですけど、これからもっともっともっと美味しくなります。参ります。わあ、いいな。おしゃれ。ねえ、相からね、おしゃんてですよね。わあ、皆さん、遠慮なくいただきます。ボナペティート。パスタの余熱のおかげで、ブラータがほんの少しぬるくなってて、風味などもっと出てきます。わあ。なんかちょっと考えないといけない。日本人にみんなこの美味しいパスタを食べさせたい。うまい。これもね、商標登録できたら嬉しいです。皆さん、今日も最後までご覧いただき、いくえにも感謝を申し上げます。